はい、それではシングルプッシュプル切り替え式 6L6 アンプの制作第3回目スタートしたいと思います。今回はですね、ムラード型反転回路という回路について勉強していきたいと思います。はい、このムラード型反転回路というものはですね、1回前の回でご説明した作動型反転回路の一つの亜種になりますと。で、ご覧いただいている回路図のですね、左側がですね、作動型の位相反転回路になりまして、こちら前回はご説明しましたけれども、右側のこのムラード型の位相反転回路、この左右比べますとですね、まず大きな違いとして目につくのが、作動型の方はですね、大きなマイナスの電圧を持った C 電源というものを使ってましたけれども、こちらですね、グラウンドに設置しています。大きな抵抗を介して、仮想度がグラウンドに設置しているというところが、まずちょっと違いとして目、につきますね。それからですね、上側の真空管と下側の真空管のグリッドの間に、大きな値の抵抗を持ってここが接続されていると。ここも一つ特徴的な違いかなというふうに思いますと。で、前回のですね、作動型の位相反転回路で、いろいろ学んできた中でですね、ここに非常に大きな抵抗を使うことで、低電流回路と、極めて近い動作を獲得することができるというふうに、学んできたんですけれども、果たして今回ですね、このムラード型の位相反転回路、ここで設置しています。グラウンドに設置してしまって、ここに大きな抵抗を配置できるんだろうかというような疑問が出てきます。一般的なですね、電圧増幅の三極管ですと、バイアスの深さが数ボルトですね、1ボルトとか3ボルトとか、そういったところになるかと思うんです。で、そうしますとですね、この仮想度の下のところというのの電圧が、それに応じた数ボルトの電圧ということで、この仮想度の下の部分と、グラウンドの部分の電位差が、たかだか数ボルト、2ボルトとか3ボルトとか、こういうものではですね、ここに大きな抵抗を配置できないんではないかというふうに思ってしまうわけなんですね。そこでですね、このムラード型の位相反転回路の使い方として特徴的なのが、さらにその前にですね、抵抗負荷を持たせた、いわゆる一般的な電圧増幅回路を置きまして、そこの出力部分、プレート部分と直結するとですね、いろいろと都合のいいことが起こってくるということになるんですね。直結するということは、この前の前段のですね、電圧増幅回路のプレート部分の電圧、だいたい経験的には、7、80ボルトとか100ボルトとか120ボルトとか、そういった値が使われると思うんですけれども、それがですね、そのまま、ここの、後段のムラード型の位相反転回路のグリッドに入ってきまして、またですね、それが抵抗を介して、こちら側のグリッドにも入ってきますということなので、勢いですね、仮想度の部分も、そのグリッドのところの電圧プラス、例えば1ボルトとか、例えば3ボルトとか、プラス数ボルトを足された、電圧を要求してくるということになってきますと、この、70ボルトとか80ボルトとか100ボルトというところと、このグラウンドですね、0ボルトの間であれば、比較的大きな抵抗を配置することができるんじゃないかというような考え方になってくるわけですね。で、さらにですね、ご覧いただくと、今、三極管が3個出てきています。三極管を3個使うということで、そうしますと、例えば、6SL7 とか 6SN7、12T7、そういったですね、総三極管を使う場合が多いと思うんですけれども、そういうふうな総三極管を使った場合、1個、三極管が余ってしまいますと。
これもったいないなということになりますので、それならばということで、この最初段のですね、電圧増幅部を、普通の抵抗負荷のものではなくて SRPP にしてやれば、この総三極管に入っている真空管を余すことなく使うことができますし、この SRPP の低出力インピーダンスの恩恵も受けることができるということで、非常にいいことずくめじゃないかということなので、このムラード型位相反転回路というのは、比較的この SRPP と相性がいいというふうに言われていて、同時に合わせて使われることが多いです。はい、ではですね、このムラード型位相反転回路の、動作の仕組みを少し見ていきたいんですけれども、まず、無信号状態ですね。何も入力に信号が入ってきていない状態というのは、前段のプレートからですね、直流電圧がかかってきます。780V、100V、そういった電圧がかかってきます。でそれがですね、この抵抗を通じて、反対側、下側の真空管のグリッドにも電位を発生させるんですけれども、ここの電圧がですね、直流電圧であるがために、ここで、コンデンサーが一つ配置されていると思うんですけども、コンデンサーというのは直流に対しては断線しているのと、同じことになりますから、どちらもですね、前段、最初段のプレート部分の電圧がかかって、さらに、そこから数ボルトかさ上げされた下層度のところの電圧に応じた、このバイアスの深さに応じたですね、電流が流れるということで、上側真空管、下側真空管から一定のプレート電流が流れて、それが足し合わされたものが抵抗を通ってグラウンドに落ちていくというような動作になっています。そしてですね、ここに交流の信号が入ってきた場合、を考えていくんですけれども、前段のプレート電圧による直流の電圧プラス、入力信号によって生じるこの交流の電圧というものが入ってきたときにですね、この一旦はこの抵抗を通じて、こちら側にも交流の電圧というのは多少影響を及ぼすのかもしれないんですけれども、今度はここにあるもともとあったコンデンサーというのは直流に対しては断線しているのと同じことですけれども、交流に対しては導通しているのと同じということになりますから、全てが交流成分はグラウンドに抜けてしまいますということで、結局この下側真空管のグリッドにかかっている電圧というのは、ひいては、最初段のですね、SRPP の出力から出てきた直流電圧、しかずっとかかっていない状況になるということなんですよね。コンデンサーの特性をうまく生かした非常になんというかアイデアに富んだ回路だなというふうに思って、これ大変関心というか感動というかですね、面白いなと思った次第ですね。でこうなってきますと、もうほぼほぼ1回前の回でお伝えした作動増幅による位相反転回路と同じ動作になってまいりまして、上側真空管にですね、一定の電圧の振幅を持った交流信号が入ってきますと、下側真空管のグリッドの部分は交流的にはですね、設置されているのと同じこと、0Vということになりまして、上側真空管と下側真空管の下層度をつないだこの共通下層度の部分は入力された交流電圧の半分の振幅を持った交流電圧が発生するということになりますので、前回もお伝えした通り、この共通下層度から、上側下側両側の真空管を眺めてみますと、上側はこういう位相で、入力信号の半分の振幅を持った交流信号、下側真空管はそれと全く振幅は同じなんですけれども、位相が逆になった入力信号が入ってきているのと同じ効果がある状態であるというふうに見なすことができます。これによってですね、上側真空管で発生した電流と全く同じだけのですね
電流が下側真空管ではマイナスに動作する、引かれて動作する、少なくなるということになりますから、結果この負荷抵抗のところで、発生する電圧効果が片方上側は電圧効果が増えていくんですけれども、下側は電圧効果が減っていって、それぞれの真空管のプレート電圧は全く位相が反転した同じ周波数の波形が出てくるというようなことになるということで、これもですね、作動増幅のある種一種発生したものであるんですけれども、前段のですね、プレートの電圧をうまく活用することで下層度の電圧をかさ上げしてあげて、ということはここでグラウンドに設置させることができますので、C 電源という特殊なマイナスの大きな電圧を持った電源電圧を作る必要がないということで、より簡便に回路を作ることができる、非常によく考えられたうまいナイスアイディアな回路だなというふうに思いました。はい、それではですね、このムラード型反転回路を使って、電圧増幅部、そして位相反転部の設計を行っていきたいんですけれども、改めてですね、設計に際しての制約条件をまとめておきたいと思います。まず入力として控えめな電圧、例えばプラスマイナス 1V ぐらいの入力が入ってきたときに、電力増幅部 6L6 のグリッドを、プラスマイナス 20V ぐらいで、ドライブしてあげたい、スイングしてあげたいよというのが、必要な条件になります。それからですね、最初段の電圧増幅部の無信号時のプレート電圧というのは、そこに引き続くムラード型の位相反転回路に直結する形になりますので、むやみに高くしてしまいますと、電源、を作るときに、電源電圧を作るときにですね、例えば倍電圧回路、整流回路を使わなければいけないとか、いろいろ制約条件がまた増えてきますので、あまり闇雲に大きくすることはできませんねというのも一つ、制約条件として、考えなければいけません。それからですね、そういうふうに、例えば倍電圧、整流回路などを使わずに、普通の整流回路で、今のところですね、電力増幅部に対して与えている B 電源の電圧が 278V になってますから、それよりも若干少ない、例えば 270V ぐらいが、ムラード型の位相反転回路に、投入できる B 電源電圧の上限値でありますよというようなところが一応制約条件として、考えられます。ではまずですね、最初に 6SN7、増幅率が真空管の持っている増幅率が、20前後の低ミュ管ですね、低増幅率な管で一度設計をしてみたいと思います。まず電圧増幅部の設計なんですけれども、あまりプレート電圧を高くすることができませんということで 100V ぐらいにしようかなと思います。それからなるべくこういう広々としたところを使いたいので、バイアス電圧はマイナス 3V ぐらいに仮置きしてみました。そして、B 電源の電圧はですね、仮置きで200V というふうにしておきます。現実的にはこれでなんとなくうまくいくんですけれども、200V とまず置いて計算してみます。でそうしますとですね、このちょっと込み入っているところで申し訳ないんですけれども、真ん中のところに書いたバッテンマークが動作点ということになりまして、この動作点のところのプレート電流値を読みますと 2.9mA ということになります。この 2.9mA でですね、バイアス電圧を作るためにこの下層度の下に 3.0V を発生させなければいけませんので、下層度の下にぶら下げる抵抗はおよそ 1kΩ というところが読み取れると思います。そして、仮置きではあったんですけれども、P 電源の電圧を 200V として、それからこの動作点のバッテンマーク、この2点を結びますと、ロードラインが引けます。このロードラインの傾き
の逆数でありますけれどもが負荷抵抗の値ということになりまして、そこを計算してみますと、電源電圧 200V 割る Y 切片 6.0mA ということで 33kΩ ぐらいの負荷抵抗が必要ですねということが計算できます。そしてですね、念のためチェックですけれども、動作点を中心にプラスマイナス 1V ぐらいの入力がなされたときに出力はどうなるかというところでグラフを読んでみますと、ピークトゥピーク 28V ぐらいということなんですけれども、ここはですね、引き続くムラード型の位相反転回路でもさらに増幅されますので、あんまりちょっとこのままでは足りないんですけれどもね、あまり心配せずに次の段につないでいきたいというふうに思ってます。ということで、おおよそ設計できたので、この今は抵抗負荷ということで絵を描いてますけれども、これと同じ動作をする SRPP の回路に書き換えると、ご覧のようになりまして、下側真空管の下にぶら下がっている抵抗の値と同じものをですね、この上側真空管の下層度の下にもぶら下げて、そこの下からグリッドにフィードバックをかけてあげるということをしてやると、SRPP の回路が作れるかなというふうに思います。ということで、6SN7 で電圧増幅部を設計してみましたので、引き続く位相反転部ですね、こちらの設計に移っていきたいというふうに思いますけれども、これもですね、なるべくこういう広々としたところを使いたいなというところで、いくつか仮置きしてみて、その結果、実はこの値を最終的に導出したんですけれども、バイアス電圧マイナス 3V、プレート電圧 100V、そして B 電源電圧が取れる許容電源電圧の最大値である 270V ぐらいに一度仮置きをしてみます。それがですね、この図中のこの部分に打ったバッテンマークになります。これが動作点になります。はい、でこの動作点のところのですね、電流の値を読みますと 3.0mA というふうに読み取れますので、上側真空管に無信号時 3.0mA、下側真空管にも 3.0mA ということで、合わせて 6.0mA が無信号時に流れています。で、それがある抵抗を通ってグラウンドに落ちた時に発生する電圧効果がですね、103V。なぜ 103V かと申しますと、前段、最初段のですね、プレートのところの電圧を 100V としまして、そこに 3V のバイアス電圧をかけたいということなので、ここが 100V、そしてここが電位差が 3V ということで、ここに、103V ぐらい発生したいですねということになりますと、103割る6mA ということで、17.2kΩ というのが下層度の下につなげる抵抗の値になります。続いてですね、負荷抵抗を求めていくんですけれども、B 電源の電圧を 270V と置きました。そして、ここのプレートの電圧がですね、下層度のところが103V で、プレート電圧 100V、プレートと下層度の間の電圧を 100V ときましたので、103V に 100V 足して、ここが 203V になってなければいけないということなので、B 電源とプレートの部分の電圧の差が、67V ということになります。でそこの 67V のところでですね、0.3mA 流れるような抵抗の値はいくらかなというふうに計算しますと、67割る 3mA ということで、22.3kΩ というのが求められます。でですね、どこでも結構なんですけども、だいたい 22.3kΩ のロードラインを1本引いてですね、それをぐっと平行移動させて、最初の動作点に当たるところまでずらして、下ろしていきます。で、この動作点に当たったところで、このロードラインをピタッと止めてあげますと、この回路のロードラインを引いた状況というのが分かります。で、この
ロードラインを引いた段階でですね、どれぐらい出力電圧が取れるのかなということをチェックしていくわけなんですけれども、前の最初段のですね、電圧増幅回路の出力電圧が、28V ピークトゥピークでした。で、今回作動増幅回路に入りますので、その効果っていうのが半減してくるというのは一つ前の回でご説明した通りでございます。ですので、14V ピークトゥピークぐらいの効果を期待することができるんですけども、そこまでもらわなくてもですね、プラスマイナス 3V ぐらいグリッドを振ってやることで、ピークトゥピーク 80V ぐらい得ることができますと。これであれば、電力増幅部の 6L6 のグリッドを、プラスマイナス 20V 十分にドライブすることができるということになります。で、全く同じことをですね、続いて 6SL7 ですね、ミューが70ぐらいと、少し高いミューを持った真空管で設計していきたいと思います。全く同じことなので、どんどん、簡単に説明しながらいくんですけれども、まず電圧増幅部、こういう広々としたところを使いたいけれども、あまりプレート電圧を上げたくないということで、プレート電圧を 100V になるぐらいにしたいということで、バイアス電圧マイナス 1.25V、そしてプレート電圧、プレートとカソードの間の電位差を 99V と、そして電源電圧を 200V というふうに仮置きして、ここに、動作点のバッテンマークを書きます。その時の電流の値を見ますと 0.57mA ということになりますので、 0.57mA 流れて、カソードの直下に 1.25V 発生させることができる抵抗値はどれぐらいかなというふうに計算しますと 2.2kΩ ということになります。で、今度はですね、この動作点のバッテンマークと仮置きした 200V の電源電圧の値を定規で結んでですね、1本直線を引きます。この傾きの逆数が負荷抵抗の値ということになりますので、200V 割る Y 切片の値 1.15mA ということで、174kΩの、負荷抵抗をつければいいんだなということがわかります。で、その時にですね、念のためということですけれども、プラスマイナス 1V 入力信号が入ってきた時にどれぐらい出力できるのかというのをチェックしてみますと、110V ピークトゥピークということで、これはこの後ですね、また一層反転回路でさらに増幅されますので、もう余裕も余裕ということで、あまり心配することはないのかなというふうに思います。で、最後に、こちらはですね、抵抗負荷の回路になってますので、それを SRPP の回路に書き換えます。下側真空管の加速度の下にぶら下がっているこの 2.2kΩ と同じ値のものを、上側真空管の加速度の下にもぶら下げて、その下からグリッドにフィードバックをかけてあげますと SRPP として動作すると思います。はい、それでは引き続き位相反転部の設計に移っていきたいと思います。これもですね、同様にこの広々としたところを使いたいなというところで、まず仮置きとして、バイアス電圧マイナス 1.0V、プレート電圧 100V、B 電源の電圧を 270V というふうに仮置きしてみました。それがですね、ここのバッテンマークにあります動作点のところになります。この時のですね、プレート電流の値を読んでみますと 0.85mA ということですから、上側の真空管から 0.85mA、下側の真空管から 0.85mA 合わせて 1.7mA が、この加速度の下の抵抗に入っていくということになります。そしてですね、この加速度の下の抵抗で、およそ 101V ぐらいの電圧効果を生じさせたいということですから、ここの抵抗の値は、101V 割る 0.85mA の2倍ですね、 1.7mA ということで、およそ 59.4kΩ ということになります。で、引き続きですね、負荷抵抗の値を求めていきますけれども、この加速度下の部分がおよそ 101V で、プレート加速度間の電圧が 100V ぐらいですから、プレートの電位はですね 201V ぐらいになることが期待されます。そして、B 電源の電圧を 270V というふうに置きましたので、この部分の電位差は、270-201
201V ということで 69V ですね。この 69V の電位差を、この負荷抵抗で発生させて、その時に 0.85mA 流れたいわけですから、69V 割る 0.85mA ということで、負荷抵抗の値 81kΩ ということになります。で、先ほどと同じように、どこでもいいので好きなところでですね、この 81kΩ の、ロードラインを引いて、それをぐーっと平行移動して下ろしてきて、動作点と当たったところで止めます。これがこの回路のロードラインということになります。その時にですね、どれぐらいの出力が得られるのか、念のためチェックしていきますと、一つ前の段階ですね、電圧増幅部ではですね、110V ピークトゥーピークの電圧を創出することができまして、それの半分を実行的に受け取ることができるんですけれども、それを全部使わなくてもですね、ご覧いただいている通り、プラスマイナス2V グリッドを振ってあげることで、85V ピークトゥピークの出力が得られるということですから、これで、おそらく電力増幅部のグリッドは十分にスイングできる、ドライブできるということが推測できます。以上のようにですね、6SN7 と 6SL7 を使って、設計を進めてきたんですけれども、では果たしてどちらを使うのが望ましいのかというところが次疑問になってきます。で、最初の方にも申しました通り、このムラード型の位相反転回路というものは、作動増幅型の位相反転回路の一種ですというお話をしました。で、作動増幅型の位相反転回路というものは、この共通仮想度の下にですね、低電流回路が本来あるべきなんですけれども、それをですね、値の大きな抵抗と大きな電位差で、疑似的にというか模擬的にその低電流回路に似せた回路を作っているということになります。またですね、この抵抗の値がより大きければ大きいほど、理想的な低電流回路に近づくというお話もしました。そういう観点から見ていきますとですね、6SN7 で設計したときは、ここが 17.2kΩ。6SL7 で設計したときは、59.4kΩ ということですから、より 6SL7 の方が大きい抵抗値で設計することができるということで、こちらを選択するのがいいんじゃないかなというようなことが、机上の検討ではあるんですけれども、推測できます。ということでですね、この後この 6SL7 を使って全体の回路を書いてみましたものが、こちらになります。はい、私この YouTube のチャンネルスタートした時にですね、最初に、皆様にご覧いただいた回路が 2A3 を使ったシングルアンプだったんですけれども、その当時のものと比べますと非常に真空管の数も多いですし、回路も非常に複雑で、なんか自分もこんな込み入った回路を書くようになったんだな、思えば遠くへ来たもんだなという感じでですね、なんかちょっと自分でびっくりしてしまいました。はい、ということでですね、この複雑な回路ですけれども、部分見ていきたいと思います。まずですね、一番最初弾ですね。ここは、SRPP を使った電圧増幅部になります。片チャンネルにですね、0.57mA 流れてきまして、それが LR 合わせて 1.14mA 流れますと。で、一つ、次のですね、この位相反転回路の B 電源が 270V、この電圧増幅部の B 電源が 200V ということで、ここで 70V の電圧をドロップしたい。その時に流れる電流が 1.14mA ということですから、70V 割る 1.14mA で、61.4kΩのドロップ抵抗をここに配置します。引き続きですね、このドロップ抵抗の値決めていくんですけれども、この位相反転回路のところですね、上側の真空管から 0.85mA、下側の真空管から 0.585mA で合わせて 1.7mA 片チャンネルに流れます。それがですね、両チャンネル合わせて 3.4mA、そして、電圧増幅部の方に 1.14mA 流れていきますから、この部分にはトータル
ルで 4.54mA の電流が流れると推測できます。で一つ後のですね電力増幅部の B 電源電圧が 278V、 この位相反転部分の B 電源電圧が 270V ということで、ここに 8V の電圧のドロップを起こしたいということですから、 8V 割る 4.54mA ということで 1.76kΩのドロップ抵抗をここに配置するということになります。でですね、ここに赤い点線で囲った部分があるんですけども、これは何かと申しますとですね、この位相反転回路オリジナルというかですね、もともとは、作動増幅型の位相反転回路の一つの亜種になるんですけれども、1回前のですね、回でも少しお話ししましたけれども、上側の真空管の回路から出てくる信号の振幅とですね、下側の真空管から出力される振幅の値が、本来きれいにぴったり揃った値で位相が全く逆であるという状態が望ましいんですけれども、オシロスコープで測ってみた結果、下側真空管から出てくる波形の振幅が若干約1割ぐらいですかね、小さいなというところが計測できたことをお話ししたかもしれません。これはですね、これも推測なんですけれども、この低電流回路の部分を本物のといったら言い方おかしいですけど、低電流回路ではなく抵抗と大きな電位差で作っているために起こっている現象ではないかというふうに推測できます。そういうウェブページも少し見つけることができました。でですね、このムラード型になりますと、一つ前の作動増幅型はここに100kΩという抵抗を配置していたんですけれども、今回約 60kΩ ということで、より抵抗の値が小さくなってしまいましたので、おそらく上側真空管の出力と下側真空管の出力の、振幅の差が、もう少し顕著になってくるんじゃないかなということが推測できます。そこでですね、いろいろな本を読んだりウェブページで調べたところですね、この下側真空管の負荷抵抗を、少し大きめの値にすることで、下側真空管の回路の増幅率を上げてやります。そうすることで、上側と下側の真空管の出力の振幅を揃えてあげることがよく一般的に行われるということを目にしました。その時にですね、計算式を使ってですね、ここの負荷抵抗の値を求めるやり方もあるんですけれども、一般的にはですね、いろいろな抵抗の値の抵抗をここにはめてみて、より上下の真空管からの出力がピタッと揃うものを、試行錯誤、トライアンドエラーで探していくやり方というのが一般的ですよというふうにありましたので、もしこれをですね、組み上げるにあたっては、このところにボリュームを一つつけて仮組みしていこうかなというふうに考えた次第です。この 81kΩ の抵抗値プラスここのボリュームで、生み出す抵抗値をですね、ちょっと調整しながらですね、上側の真空管と下側の真空管の振幅をピタッと揃えて、その値を後でテスターで測って、固定値の抵抗に置き換えるというようなことで、作り上げていくのがいいんじゃないかなというふうに思った次第です。はい、ということでですね、今回、全3回に分けてですね、プッシュプル回路の勉強をいろいろやってまいりました。とても面白かったですね。プッシュプル回路の電力増幅弾、第1回目で主にお話しました。これも非常にA 級があり B 級があり、トランスの使い方も非常にシングルとは違って面白いですし、昔の方はよく考えたものだなと思って、非常にワクワクしたんですけれども、位相を反転させるところにもいろいろなやり方があって、これも非常に、面白かったです。大変勉強になったなというふうに思いました。ということでですね、これからあとですね、ぜひ、永続的に使えるですね、プッシュプルアンプというのを作っていきたいなというふうに思うんですけれども、ちょっとまだまだですね、いろいろと、未熟なところもあると思いますし、それからもう少しですね、試してみたいことが実はもう一つありまして、それは次回以降また、
詳しくはお話しするんですけれども、フルスペックのですね、据え置き型で、スピーカーをつないで、例えば片側が数ワット出ますよ、そういう風なアンプを作る前にですね、プッシュプルならではのですね、トランスをできるだけ小さくしてやるというアイディアでですね、ヘッドホンアンプ、小型のヘッドホンアンプを作ってみたいなというふうに考えているところであります。はい、ということでですね、今回もまた長いビデオになってしまいましたけれども、ご覧いただいている皆様、長い時間お付き合いいただいてありがとうございました。